にちは。今日はですね、音大について、前から話そうって言ってたんですけど、アベマ うん。TV で取り上げられたんですよ、みたいそれなので。はどなたがこう、疑問を持っているんですかね？これから行きたいという風にして悩んでいる人？アベマ 起きない TV のではないか。が取り上げたのは、なんかバイオリンの方が、その人はなんか音大に行くことをお勧めしうん。ませんみたいなことをああ、大変だよと、行ってそうそう、も大大変だよって変だよっそういう意ていう味でね。ことを書いてバズって、なるほど。なんて言うんですかね、音大に行く意味ってなんだみたいなとか、仕事があるのかと。そうそう、仕事があるのか。なるほど。っていうような話とか、うん。それひろゆきさん出てたんで、一応さん付けしとくんですよ。いつどこでパリとかで会うかわかんないから。パリに住んでる方。ひろゆきさんが言ってたんですけどね、うん。なんか、でも別に彼の管轄じゃないんで、うそんなん。なんかやる気満々ではなかったですけど、でも音大なんて趣味みたいなもんじゃないですかみたいなことを言って、挑発しようと思ったのかもしれないんですけど、そうですねって言って話が終わってしまったっていう。さらっと流したんじゃないですか。そうそう、さらっと流してうん。おしまいっていう。でも、後から検索したら、意うん。外となんか2、3回取り上げられてて、なぜうちらすっごいマイノリ絶滅危惧種。そんなに論じていただけるほど、音大に行く意味に興味がありますかね。何してる世界かわあ、からないっていうのがあるのかなどういう世界なのかと思って、そうなっていうね。そう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 。名古屋音大の一般科目の先生で、うん。その先生は2年生か3年生ぐらいまでに自分の才能を見極めて、でもすごくなんか音大生はやっぱりこの忍耐力がうん。あるから、一般企業とかでもすごくよく使えるっうん。ていうおっしゃってました。そんなことをおっしゃってましたね。うん。音楽のみで食べていく。という意味では、食が全員にはないと思います。届かない。間違いないです。で、何をもって食べていくかということですけど、でも、あとなんか楽器にもよるんじゃないですかね。それで声うん。楽家、日本人のある家のうん。方がお話ししてたのが、オうん。ペラ歌手だけをうん。やって生活していけるようなシステムが日本にはありませんと。日本は歌劇場が大変少ないので、うんうん。今ちょっとヨーロッパだったらどうっていうことが正確な数字は申し上げられない。そう。どんな小さなところにも、歌劇場がかなりあるじゃないですか、歌劇場がね。で、そこの劇場好きの公演とかがたくさんあるから、日そう。本とはやはり比べ物にならない。ドイツなんかはね、ほんと日本とは比べ物にならないんじゃないでうん。しょうかね。そういう。ただね、そうは言っても、ヨーロッうん。パも全然音大なんか行って何になるのさみたいなのはありますけど、もちろん。うん。その仕事の面を考えたらね。私は一生安定していたいですっていうのがもう本当に目的だったら、あんまり別に音楽じゃなくてもいいんじゃないかなそうとはですね。もう、うん。安定がまず第一の目的であるならば。そうそうそう、本当音楽じゃない方がいいっていう。それは間そうです。違いない。努力が報われるとは限らないそうなんからね。ですよ。仕事はないことはない、ないことはないですまあ、けど。すごく仕事に直結してる大学って、あるんでしょうけど、もちろん。うでもん。必ずしも全学部がそうではないです。だから、安定した仕事に結びつきやすい、学部とかはあるのかもしれないでうん。すけど、法学部出てね、法律家にならない人の方が、もしかしたら世の中では多いんじゃないかとう思うんです。ん。そう、でも誰かが言ってたんですけど、趣味で弁護士してますっていう人はいないと。で、趣味で医者してますっていう人はいないと。で、趣味で音楽してますっていう人がいるから、なんで音楽大学なんかに行くんだよっていう話が出てくるんじゃないかっていう。ああ、一応資格取らないといけない世界そうじゃないですか、そうそうそう。医者も弁護士も。趣味で勝手に弁護士したら、それ非弁行為と言ってですね、法律に抵触するので。趣味で医者とか最悪じゃないですか。そうん。こでですよ、音大は何のために行くのかっていう話になって、うん。音大に行って思ったメリットを私たちがはい。行かなくてもコンうん。サートはできるのかっうん。ていう、うん、でプライベきるできる。ートレッスンでもいいんじゃないですかとか、音大に行かなくても、コンクール入賞者もいるんだから、
いるし、音楽の仕事をしている人もいる。で、それなのになんで音大高い金。高い金払って音大行く。プライベートで同じことをやろうとしたら、もっとかかる。もっとかかると思いますね。私もそう思う。もっとかかりますね。その楽器だけってなったら個人レッスン、結局のところは個人レッスンですが、総合的に勉強しないと結局のところ演奏に帰ってきてしまうので、おそらく音大を出ていないけれども、活躍されている演奏家の方、ちゃんと勉強されてると思うんですよ。それに準ずるというか、それ相応の勉強を、個人でなり、あとはもともとそういう、環境が整っている方だったりとかね、音楽家のお家に生まれたりとか、で、何も別に音大行かなくても、周りに、素晴らしい音楽家がいっぱいいて、そういう方だったら別にいらなかったっていうだけのことで、でも、出大学とかもやっぱり音大行った方が組みやすい。そう。あと知らないことを知ろうとするときに、自分から学びに行くときにどういうことを学んだらいいのかっていう、その、最初のステップとかが、なんかこう、音大にあると、こういうこともあるんだなっていう、学ぶ前のステップがいっぱいこう、提示されているので、いくらソロって言っても、やっぱりね、一人で学ぶっていうのは、一人じゃないから得られたっていうのがあるかなっていうのは思いますね。ピアノとかは一人で成立しちゃう楽器だったりもする。室内楽はそんなに、やらずに、ソロをしっかり磨くみたいなのだと、プライベートでって言っても、成立しなくはないけれど、よっぽど意識が高くって環境にも恵まれていれば、周りにもそういう方いらっしゃいますけどね。単旋律楽器は難しいですよね。単旋律ですからね。やっぱ合奏で学ぶこと多いので、その合奏が、例えば周りが、ある程度のレベルがないと、ある程度のレベル、弾ける曲が限られてきちゃう。そうじゃないと成長できないんで、恵子ちゃんと私は講習会とかで知り合ってるじゃないですか。そういう勉強会っていうのか分かんないけど、講習会とか、大学の同級生とか、そういうところで知り合った人たちと結局音楽活動をしていくなと思うので、そう単体だと結局ずっと一人になってしまうような気が。校内に、いい意味でね、ライバルがいるっていう感じだから、切磋琢磨できるし、そういう意味で、なんかこう、やっぱ、一緒の価値観っていうか、価値観が一緒なのか分かんないけど、のは大きい気がしますね。音大はね、やっぱり、厳しい。厳しいですよ。私が行ってた大学は厳しくはなかったんですけど、現実は厳しいですよね。現実、厳しい。よく漫画で出てくるような、なんか、怖いいじめとかはなかったですか？ないです。みんなもっとけど、いじめは気の強い意地悪系は、あるかもしれないけれども、意外とああいう漫画みたいなことはない。物隠すとか何かこう、壊すとかね、そういう漫画みたいなことは一切なかったですけどね。意地悪な子はいましたけど、でもなんかこうみんなでいじめるみたいな、そういうなんか団個人主義なんでみんなでっていうのはなくて、勝手に意地悪して、勝手に対抗してるみたいな。勝手に喧嘩してるみたいな。それはあるけど、団体活動によるいじめとかはないですよね。めんどくさいじゃないですか、そんなの。暇じゃない、そんなに。そんな暇ないんで。みんなもう自分のことで頭がいっぱい。そんな打ち合わせをしている暇がないっていう。人をいじめてる暇はない。本当にその時間あったら練習しようみたいな。でもだからさ、一般企業に勤めても、使えるんですよって、なんか名古屋音大の先生がおっしゃってたんだけど、どんだけ使えない人間だと思われてるんだろうっていうのはちょっと思います。普通に練習してるけど、叩かれ強い人たちが集まってるんじゃないですかね。それはありますよね。私、音楽の世界にいて、この人は聡明な人だなって思う人とかが、伴奏家の先生とかすっごい素敵じゃないですか。
この人やっぱり聡明だなって思そううそ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 う。のが、まあ、やっぱり残る感じはしますけどね。まあ、時々天才型のね、なんか、浮世まあ、離れされてる方ももちろんいらっしゃいますけもうなんかどね。全てを超越していくそう感じ。そうそう、なんか、本当仙人みあ、たいな。頭のいいとかなんとかってそういう次そうそう。元じゃないなんか、感じの。そこになんか、ネジが飛んでいても許されてしまう。そうそう、なんかそこにこう、凡人の論理を持っていくのがナンセンスだなっていうん。レベルの、なんか、方もいらっしゃるけど、まあ、そうそうそういうのが面白いって。そして次、次そもそも、そもそも音大で何してるの？音大で勉強してること、まあ、ちょっとさっき言いましたね。音大で勉強してること。音楽